こんばんは、猫塚 B です。この動画では、ニューラルクラウド大型イベント、臨界爆心、またはクリティカルカスケードに登場するステージ C20 チャレンジモードの攻略の解説をします。それでは行きましょう。まずは編成です。このステージに2部隊、両方とも強い部隊が必要です。ボスと戦わない部隊は強ければ何でも OK なんですが、ボスと戦う部隊は厳しいです。ボス部隊は最低でも6人が必要です。なぜなら、フィールドの敵と戦うにはタンク役、つまりガードが普通に必要です。ですが、ボスと戦うには耐久力より火力が求められています。なので、ボス戦でガードとファイターを変えないといけません。しかも、ファイターは使いますが、使うのはただ一人だけです。DTS 役はスナイパーにしか全うできません。ボス部隊は厳しいですが、ボスと戦わない部隊もうまく編成してはいけません。なぜならその部隊は全く関数が取れないからです。そう、最初から最後まで関数なしで戦う必要があります。マップ上の回復もしない必要があります。なぜなら、ボスが強すぎて全ての関数をボス部隊に回す必要があるからです。雑魚としか戦わないからって、適当に編成してはいけません。では、1回、レインさんが使った部隊を見てみましょう。こちらはボスと戦わない部隊です。強いです。念のためのサブアタッカーやサブタンクもいます。繰り返しですが、この部隊は最後まで関数なしで戦って、回復もしません。強いです。これでも死にそうだったらしい。そして、こちらはボス部隊です。さっき言った通り、ガードとファイターはボス戦で交換します。この場合、ボニーとナシタです。それではマップの進み方を見ていきましょう。まず、ここまで進んで初の注意ポイントです。追いかける敵が4人もいるです。行動ポイントを使わず、このターンで全員倒したいです。ターン終了時、こういう配置にするといいです。そうすれば、この敵全員をこのターンで倒せます。お金も関数も稼げるです。次はここです。このパネルを押すためには、左か、上かの2択があるです。左の方がいいです。なぜなら、こっちの敵は必ず関数をドロップするからです。でも敵がより強いから注意です。最後まで来れば、余る行動ポイントは敵を倒すんじゃなく、ショップを再利用した方がいいです。すべての金を使って、手札の上限を増やし、関数もできるだけ強化したベインさんの結果を見てみましょう。なかなかいいのが揃ったようです。それでは、ボスです。ボスは3つのスキルをループしています。ボスのスキルの解説は長くなりそうなので省きますが、スキルの対応法だけ教えてあげます。まずはスキル1です。率直に言いますと、対応法はありません。低 HP キャラが2連続で狙われてしまったら死にますので、対応法はただ誰も死なないまでやり直すだけです。生きるために強いヒーラーも当然必要です。ファイター使わずにヒーラーを2人使う人も見かけています。次はスキル2です。一番いいのはまっすぐ左から右への狙いなので、そのように人形たちを配置すればいいです。最後スキル3です。シールドを破らないとほぼ全滅しますので、必ずこのスキルのシールドを突破しましょう。シールドを破るために強い部隊はもちろん、強い関数も必要です。このスキルのせいで、隣の部隊が関数なしの状態にされてしまったです。それでは戦闘を見てみましょう。全ての悪は今回
こんなに強い部隊で、全力で貯めた関数を使ってもギリギリにしか勝てません。やはりボスが強すぎるです。勝てば無駄遣いじゃない。最後に、言い忘れたことがあります。これです。イベントの特別ステータスアップや戦場効果のようなものです。レインさんはイベント開始から5日でやり始めて、最初から C20 まで一気にやりました。そのせいでここの部分は全然取っていません。ちゃんとたくさん取ってから C20 のチャレンジモードの攻略に挑めば、全然楽な可能性もあります。なので苦しみたくない教授さんたちは、こっちを固めてから攻略に挑むといいでしょう。それでは、動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。参考になればよかったです。攻略頑張ってくださいね。